国ソウル地下鉄ウルジロ三ヶ駅。着いた俺の第二の故郷ウルジロ。さて今日行くところはこっちやな。くんお匂いするな思ったら駅前には壁木屋さん。お店の名前はスマイル。壁木もスマイル。壁木屋さんの目の前には椅子が2つ。なんやこれ。椅子の上にはキョンロさん敬老席と書いてある。その上に小さくご老人こちらで少しお休みになっていってください、健康でいてくださいって書いてある。何歳からご老人なん。いやーこの辺の基準難しいよな。俺はここ座ったらあかんわな。あれってもしかしてそうちゃうの。そうか、ここに移転したんや。ウルジ OB 部屋。プルンとしたおけつのクマちゃん久々に会った。これ昔の看板なんかな。めちゃめちゃ年季入ってる。韓国で初めて生ビールを出したお店としても知られている。以前本でジェイクポックン食べた時にお店あってんけど、あそこからまた移転したってことかななんて思いながらすごく視線を感じる。あら、俺のお気に入りのプルンとしたおけつないねんけど、これはこれで可愛いな。1個欲しいな。これこんないっぱいあるし。1個もらわれへんかな。これ今度絶対ここ来よ。今度は何。お店からずっと遠ざかってんねんけど。日本の居酒屋さんみたいな感じやろな。ただ俺が気になってるのはここの文言よ。アルバイト募集はわかるよ。その下よ、時給1200円。円でもらえんの。円でもろたところでここ韓国やで。あれはお店なりのギャグなんかななんて思いながら全然違うとこ来てるから早く戻らな。さあ今日行くお店はこっちやで。この路地入っていくんかな。うわ、老舗っぽいお店がなんかずらっと並んでる。よし入ってみたろ。そんな老舗と老舗の間になんかでっかいビルがある。なんやこれ。カンタン、間にサンダー3本。カンリョラン炭酸ネチハダ。ハイボールが強炭酸ってこと。やっぱハイボールは強炭酸がうまいよな。飲みたくなってきた。ただここにはメクチュ、ハイボール、ソジュ全部あんのね。いやーでもな、今日行く店にはハイボール絶対ないと思うねんな。やっぱソジュになってしまうよな。ソジュ何これ。どういう状況。怖いバーヘブン。俺も今天国に向かってますぜ。着いた。早くもう少し。なんと1968年から続くお店。タンパク質の王様、スタミナの王様、精をつけてください。はい、させていただきます。看板ももういろいろ書いてある。この情報量の多さ。本格的な夏が来る前に栄養補給をさせていただきますなんて思いながら入店です。こちらのメニュー、店名にカルグクスがついてるから、もちろんカルグクスメニューもずらっと並んでる。ただこの店、カルグクスより有名なのがこちら、ペクスッペッパン。内容のある料理、中身のある食事と書かれてる。今日はこれ食べに来たんやで。その他には保身と保養へ最高のトンペクス。これは鳥1匹ってことやろな。じゃあとりあえず頼んでいこう。 백숙 백반 2인분 주세요. 백반 네. 백반 2개. そう私2人前頼みます。おお忘れてた。 소주도 한 잔 주세요. 진거 주세요. 네. 좋아. 完全にこの店の雰囲気にテンション上がって忘れてた。ガマちゃんミヤネ。そんな俺を慰めるように来た。さっきの失敗を取り返すかのようにぐるぐるこいつと共にチェベロモンボシンしてやるぜローリング。コケコッコーが聞こえる前にまずガマちゃん。ほぼ60年も続くこの老舗の匂いを感じながら一杯。仰ぎ見て立夏感じる木々の色。ありがとうございます。モンボシンをするのになぜか気合を入れながら出してくれた基本のおかずは浅漬けキムチ、玉ねぎ、そしてネギ、サムジャンにお塩、ご飯、そして温かいスープ。テーブルの上には赤い容器のチョジャンが見える。そうこれ後で使うねんなんて思ってたら料理がやってきました。
出てきた途端もう我慢できず足の方を掴んでいく。足を持って開いてやると、うわうわ、湯気とともに白い実が見え始める。今日は一人でクリスマス。とりあえずちょっと持ち帰って食べやすいようにしていかなあかんからな。とりあえず夫婦この存在感に負けないぐらいガブリとかじっていく。逆サイドも巻き込んで一口。スタミナの王と書かれたその店で、俺はこの瞬間真夏でも雪山で宙に浮いてやると決めてやった。かじった途端中から出てくる鶏のエキス、そして柔らかいこの身。骨はところどころあるから気をつけて。すぐさま両手でもう一口。こういうヤンニョムで味付けされていないシンプルなペクスは俺は大好物。骨と骨の間にあるお肉も俺はモンボシンのために食べていく。こいつにもモンボシン、ガマちゃんにもしっかり栄養つけてもらわなあかんからな。そこからノンストップでまた右手はコケコッコ。鶏肉の中から出てくるこの油と焼酎の味が口の中で完全ミックス。骨の髄までしゃぶる。逃すまいともう一個しゃぶる。しゃぶりながら目についた。そうや、でもしゃぶる。こいつも食べなあかん。ペロッペロッペロッと。色鮮やかなこの浅漬けキムチ。掴んだ途端口に入れる。口に入れた途端驚く。爽やかな辛さが鼻に抜ける。こういう淡白な料理って普通よく使ったキムチの方が合うねんけど、なんでこれこんなん合うねん。ちょ待って、大丈夫俺。そん時は俺はモンボシンしてるから大丈夫や。キムチ一切れで一杯いける。そして次はこいつ。熱々だよ。持ってきていただいて少し時間経ってんねんけど、この保温力、老舗の力。そして一口飲んだら俺は止まった。動いた。この鶏ベースのスープ落ち着きすぎるで。次はこのネギ。なんでこれがあるか。そう、ここのシグニチャーなんよ。俺の中ではネギを適量お皿に移していく。落ちたネギも俺は逃さない。はい、いらっしゃい。で、チョジャンソース。そうそう、これなんよ。キャップを取ってお顔を拝見。そしてネギの上から惜しみなくドバッとかけていく。ようやった、ご苦労さん。ネギをチョジャンに適度になじませる。下から漂ってくるチョジャンの香り最高。ここまでしたらほとんどの人がする味見。チョジャンの味でこんな顔になってまう。さあ、ソースは完璧。ここからまた鶏肉を取っていきたいんやけど、こっち側に肉ついてますやん。それをごっそり手中に収める。これは金塊や、ゴールドバーや。ウルチロで見つけたゴールドバーに俺はすかさずソースにつけていく。この部分は肉がしっかりしてる部分やから、中まで染み込めと願いをかける。鶏肉とチョジャンの出会い、一口。今世紀最大の出会い、ビッグカップル。今日が結婚記念日になってまう。淡白な鶏肉が甘酸っぱさでコーティングされてる。このチョジャンベースのソース、癖になんで。こうやって食べることでこの鶏肉が完全なるおかずになってしまった。これがエクスペッパン完全体。おかずということは手が勝手に白ご飯。右手が欲を出しすぎて全くつかまれへん。掴んだと思ったらもうこの量、ほぼパンコンギ。それも何の支障もなく口に入れる。そうなるとこの浅漬けキムチに行きたくなるわな。チョジャンソースにペクス、ご飯、キムチ。ゴールドバーが作り出したゴールデンルート。何度でも来たいこのルート。まだ食べてへんのにご飯取ろうとしてるやん。2周目もペクスをパクリ。失敗がないよう次はスプーンを持って一口ではない量を一口。ご飯が残るその口に次はこのスープ。一口飲んで動きは再び止まる。何を考えているのか誰にもわからない。動き出した。そして自然に口から出るため息。落ち着くにはまだまだ早い。一杯飲んでテンション上げていかなと思った時に目につく。ガマちゃんの予知がこっちを見ていた。ウインクしてくれてんのか。じゃあウインク。最後におまけにウインク。口上がってるからウインク一杯。締めのウインク。両目つぶってるやんか。残りも食べていく。いやちょっと待った。最初に手袋必要やったら言ってくださいって言われたのに、なんでか強がってもらわんかった俺。このお店での一番の後悔。
どんだけ今まで手拭いたと思ってんねん。右手でごくり、左手でパクリ、またごくり、このリズムや。では気を取り直して、またこの足の部分を豪快に取っていく。うほほ。真夏のメリークリスマス。真夏でもないしクリスマスでもないし。でここでちょっと気になってしまう。せっかくこれも出していただいたしな。普通は鶏肉を食べるときは塩をつけていただくことが多い。なのでこれだけでも十分うまい。塩のしょっぱさに鶏肉が刺激され、鶏肉に甘みを感じる。そりゃそうよ、これはうまいよ。ただやっぱりこのお店に来たら、俺はここのチョジャンソースにつけて食べたいな。正直チョジャンソースにつけて食べるペクスって初めてやけど、こんなに合うとは思わんかったな。おかずにもなるし、おつまみにもなる。なんか不思議な感覚だから、こうかぶりついたら離れない。次から次へと肉を求めてしまう。一心不乱に食べてて気づいたことがあった。皆さんはこの怪奇現象分かったでしょうか？ペロペロペロ。そう、手袋つけた意味よ。自分でしといてなんでそんな不思議そうな顔してんねん。今日の失敗は明日の成功やと思いながら玉ねぎを取る。サムジャンにしっかりとつけて、そのままパクリ。やはり落ち着く。落ち着き1+1。こういう鍋でまたスープを飲むっていうのがなんか知らんけど美味しく感じる。また鶏肉を取っていく。チョジャンソースにつけているが、やっと気づくアホな男。最初から手袋ない方で取ってるやないか。次からこの男に手袋を渡さないでください。正直このお店人気店やから、ランチタイムと夕食の時間帯の間に来た。普通やったらブレイクタイムの時間やけど、ここはブレイクタイムもなしだから、お客さんがひっきりなしに入ってくる。俺が食べてる間も入れ替わり立ち替わりや。なんといっても味、そしてこの値段。ペックパン2人前で鶏1匹出てくるからな。もし1人前頼んだら鶏半分で出てくる。なので一人飯も完全 OK。 結構一人で食べに来られてる方も多かった。なんだかんだでご飯を完食してしまった。縁についてるご飯粒もかき集めてパクリ。そしてこの浅漬けキムチもここでつけられてる。さっき店員さん外で白菜持ってあったからな。なんか手ベタベタすんなと思ったら当たり前や。もう俺は手袋を使う資格なし。焼酎をつぐ、鶏肉も準備。このスタイルで行くんやったら手袋必要やったかなと思うけど、もうええわ。こういう鶏肉は手でかぶりつくんが一番うまいねんと自分を慰める。その流れでガマちゃん一杯。簡単の後、肉を探してウルチロという荒野をさまよう。肉を頬張った後、あ、頼んではるわ。こっちも、こっちも。そっか。机の上の鶏肉を確認。こと思いついた。周りのテーブルで食べていたのは、ここのお店の名前にもなってるカルグクス。もう食べていくんは決定やねんけど、どれにしようかな。普通、卵入り、大盛り、卵入りの大盛り。鶏肉やからな。卵入れんとあかんやんか。계란동 갈비쌈. ここはやっぱり親子丼やろ。丼ちゃうけど、まだけえへんやろ。ってことで作業に取り掛かるとするか。残しておいたこのペクス、専門知識を使って分解していく。まだ大丈夫そうやな。やってる時に来られたらちょっと困るからな。一生懸命やってるふりして見てたらパクリと言ってしまう。この辺は適当に。専門知識なんかあるわけないからな。でパクリ。手持ち無沙汰でキムチをつかむが、やっぱりカルグクスに残しとこう。言うたらくれんねんけど、なんかいっぱいくれそうやから残したくないのよね。キムチ汁を含んだ瞬間、カルグクスがやってきました。チロッ。この鍋で出てくんのか。お箸が吸い込まれていく。鍋の中でグリ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 。スープ全体がタデギ色になっていく。まずは卵はノータッチで麺だけをつかむ。この麺は熱々やから一生懸命フーフーせなあかん。大体フーフーしてる時に食べたなって一口いってしまう。麺は柔らかくてツルツル入っていくけど、特別な感じではなく安心できる感じ。締めにはぴったりな気がする。鍋、唇からスープを味わっていく。こっちは鶏ベースではないのね。煮干しベースのスープか。
店名にはカルグクスってついてんのにペクスペッパンが有名な面白いお店。さてお時間です。卵の黄身が出迎えているお鍋に鶏肉を入れていく。これが俺流親子カルグクス。親子の再会に祝して残ったネギもおまけ。はい、私育ての親です。準備したもんは全部入れた。鶏肉も一緒にすくってフーフー、そして一すすり。麺の柔らかさの中にしっかりと入ってくる鶏肉の食感、これを俺は望んでた。こうなったら行く道は一つ。浅漬けキムチも麺が残る口の中に入っていく。ここで親子のハーモニー、美しすぎる。これをやらせるためにわざわざ卵入りがあんねやろな。よし来た。これ少し淡い色になったスープの中から持ち上げるこのカルグクス。親子の本当の愛を感じつつ今日の食事のクライマックスに近づいていく。えいこいつもや。浅漬けキムチもお鍋に入れ最後の麺をすすっていく。この年季の入ったお鍋から直接飲むスープは俺のお腹を満たしてくれる。骨入ってた。肉入れたからや。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。今日はおつまみって感じではなかったけど、そんなガマちゃんも最後の一滴まで。この値段でこの満足感はそうそうないと思いながら最後の一杯。やっぱり最後はこれで締めとこ。このチョジャンソースがあったから今日は美味しく食事ができた。こんな顔なってまうけど、実はこれが一番のアンジュやったんちゃうか。これで一杯行く日は近い。ウルチロサムガ駅にある約60年間続くカルグクス、いやペクスペッパンのお店。あの値段で鶏1匹出てきてご飯スープまで出てくるから、もうこれは大満足や。また絶対来よ。アロママッサージホテル式っていうのはわかるけど、日本式なんかあったっけ。タイとかやったらわかるけど、韓国語ではアロママッサージって書いてるけど日本語では木マッサージって書かれてる。どういうことやねん。木でマッサージすんの？それ中国とかちゃう？俺知らんけど。そんなまあとにかく日本式マッサージが気になるわ。忍者とか出てくるのかな。マッサージは置いといて、まあまだこの辺にはうまい店がたくさんあるやろ。ということで今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだ。